今回は間取り変更による壁撤去のためのフロア釘の穴の塞ぎのリペアです。もともと2部屋で使う予定のものを広く使いたいとのことで壁の撤去になったようです。この壁は耐力壁ではなく単なる間仕切りなので問題はないようです。この穴はビス止めではなく釘で止まっていたようです。なので周りはあまり膨らんでいないので一つ一つの大きさは小さく済みそうです。ただ穴は30個以上あるのでスピーディーにこなしていきます。深さはあるので穴埋めにポリパテで塞ぎます。その上にハードワックスをかぶせていくようなやり方にしていきます。動画ではパテ埋めが済んだ状態からのスタートになります。パテが硬化した後にスクレーパーで穴の周りのバリを取ります。続いて穴の周りを木目に沿って刻みを入れていきます。刻みは穴や傷の輪郭をぼかすために行います。ハードワックスを装飾します。159、201、125、109などを場所によってチョイスしていきます。この板は木目柄が強く出ているフロアなので、色の合わせは比較的やりやすい部類です。場所によって色が違うので、そこに合わせた平均値のような色を作って入れていきます。レベラーで平滑にします。穴を埋めたパテはすり切りで打ってあって低く仕上がっているのですが、それでもハードワックスを入れた時に白く見えているところができてしまいます。この部分も彫刻刀で削って、そこにまたハードワックスを充填していきます。こちらの木目柄が強く出ているところは若干濃いめの色を入れて充填していきます。部屋の端に大きめの傷があるのでこちらも進めていきます。傷の輪郭を刻んでぼかしていきます。目地も削れているのでそこにも彫刻刀で削っていきます。ハードワックスを充填します。目地部分も削れているのでそこにも入れてしまいます。レベラーで平らにします。マスキングをして目地の中の焦げ茶の部分をハードワックスで充填していきます。筆でタッチアップをしていきます。目地部分は焦げ茶を追加します。次にフロア面にタッチアップをしていきます。若干赤めに入っているので白寄りの茶をのせて赤い部分は木目として残していくように塗っていきます。今回のように何箇所もある場合、ハードワックスと筆のバランスによってスピーディーに仕上げていくことができます。その部分のフローリングの平均値のような色をハードワックスで作って筆入れは最小限に済ませます。
マスキングをしてツヤ調整をしていきます。まずサンジングスプレーを吹きます。補修した部分との境界を目立たなくします。続いてノンブラスプレーでスプレーの吹き際の部分をぼかしていきます。最後に産物やスプレーを吹いて仕上げていきます。少し離れてみて違和感がないようにします。こちらで完成になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。LINE や Instagram ではイベント、レッスン情報、作業手順などを投稿しています。詳しくは概要欄をご覧ください。ありがとうございました。